でお前の一方的なさわがままでどこどこ行きたいですお願いしますよみたいなさ、そんな虫のいい話ねえからな。そんなやつが新しい環境で成長したいですか、お前何ふざけてんのって感じ。はい。俺の店は嫌いなの？なんか恨みでもあんの？ないです。じゃあ何なの？ちゃんとやってくんない？はい。会長的にはぶっちゃけどうしたいですか？要は俺を外してやりたいのか、もうそこちょっと本音で聞きたいんですよね。外行ってさ、開けんなってさ。今 LINE で話してます。何しとったの？あ、入れました。忘れてました。はいお前。すいません。なんで忘れたの？メモ帳とか入れてないの？会議。入れてなかったです。それなんで入れない？大事な予定だったら入れるだろ。お前大事な女の子デートの時お前スケジュール帳書くよな。どうでもいいってことなのかな、じゃあこれ。そういうこと？違います。じゃあ以上で、ディテールを終わりたいと思います。お疲れ様です。本日すいませんでした。研修だけお前ちょっと残っておる。はい。座って。はい。失礼します。まず自覚足りなくねっていうさ、超当たり前の話と、すいません。もう俺らの会議の位置づけが忘れてたっていう一言で片付けられるぐらいの位置づけだとしたら、はい、まず認識間違ってるぜっていう話と、はい、結構俺お前のわがまま聞いてると思うのよ。はい、移動してって言ったらさ、まあ別にしょうがねえ、じゃあお前がそういうふうに思うんだったら別にいいんじゃねえかって話して、頑張ってこいよって話してさ、お前のわがままだけ俺聞かなきゃいけないの？違います。もう俺のためにはもうね、移動する前の店で腰掛けみたいな感じで思ってるとしたら、お前それ違うぜ。どっかでもう俺別にやめるからいいやって思ってる気持ちがあるんだと思うよ。だとしたら行かせらんなくねえか、そんなやつなあ。その適当にやってるやつのわがまま俺聞かなきゃいけないの？違います。適当に遅れてきて、あ、すみません忘れてました、スケジュール帳も入れてなかったです、どうでもよかったんですみたいな感じでさ、でお前の一方的なさわがままでどこどこ行きたいですお願いしますよみたいなさ、そんな虫のいい話ねえからな。そんなやつが新しい環境で成長したいですとか、お前何ふざけてんのって感じ。何？俺の店は嫌いなの？なんか恨みでもあんの？ないです。じゃあ何なの？ちゃんとやってくんない？はい。こんな話したくねえんだけど。はい。お前の心のどっかにさ、もうどうせ移動するからいいやって思ってる気持ちがあるんだとしたら、そもそも移動自体は認められねえわ。いやこういうさ話したくねえんだけど、今日に関してはひどすぎるぜ。はい。気持ちよく送り出したいわけよ。でお前がいてくれて助かったなとか、でお前自身もここで成長できたし、新しいところでまた新しいチャレンジしようって思えた方がいいじゃん。こんな話した明日が別れの日だったとするぜ、はい、俺ら気持ちよく終われるか？終われないです。あいつに怒られたなって思いながらお前移動するよな。であいつ適当なことやりやがったな前日にって思いながらお前送り出すよな、はい、全然気持ちよくなくねえか、はい、なあ。だからまだオープン日決まってねえけど、いずれそう最後の日が来るわけよ、はい、確実にな。その時にお前がいてくれてよかったなって俺は思いたいぜ。でお前にもここで働けてよかったと思ってほしいぜ。だからまあ引きずるタイプじゃねえから、宅ついたらもし今日一緒に宅回るんだったら気にせずお客様楽しませるためにさ、今日から頑張るべきだし、はい、二度とこういう話させねえようにする努力しなきゃいけないし、頼むぜ。すいませんでした。反省しろよちゃんと。はい。ちゃんと来たやつにはちゃんと直接謝れ。はい。まだ話終わってないじゃないですか。俺がまあどうするかっていう。はいはい。正直初心を忘れてるなっていうのは結構ガチで思う。ただ単に俺からすると無駄にデッキだけ古いおつぼねになってほしくないんだよね。はい、お客様に時間を使うとかよく言うじゃん。バカじゃねえのと思ってるから。
よろしくお願いします。はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします。若干気になるのがその現場にいる時間帯ってどんな感じなのかなっていうのが、昨日とか、まあ、俺クラブいてそのまま出たんですけど、そのなんか内勤がその黒崎さんが一回も店舗に来ない時が、まあ、多々あるみたいな感じだったんですか。で俺クラブにずっといたんで、まあ、クラブにいないってことは俺黒崎さんがしっこ見てくれてんのかなっていうマインドだったんですけど、なんかもしそうじゃないとしたらなんかこうどういうあれなのかなっていうの、その、まあその求人の動きとかで動いていただいてるのももちろん分かってはいるんですけど、お互い知っときたいなっていうそのスケジュール感だけ。ちょっともう一回確認したいんですけど、要は3号店の方をやるかどうかってことですよね。要は単語店やるかどうかですか。で会長的にはぶっちゃけどうしたいですか。要は俺を外してやりたいのか、もうそこちょっと本音で聞きたいんですよね。俺はやってくれるなら、そこはマジで超本音で聞きたいです。いや、やってくれるならやってほしいなとは思ってますけど、ただ例えばそのメディアに関して一回その露出しないでくれっていうような話を、まあ、俺もちょっと毎日チェックしてるわけじゃないですけど、定期的にチェックして一回した約束をそのなんかほとぼり冷めてみたいなのとかは正直あんま好きじゃないんですよ。でそれは直してほしいところとして、多分まあちょっとまあそこ自分も申し訳ないです。プラスあとその現場として多分その業務で俺シック行ったりクラブ行ったりとかするじゃないですか。で純粋になんかいない時多くないかなっていう。でその時何をしてるかがもちろん分かってたらいいんですけど、なんかいつ来て何してるのかが正直最近分かんない部分があって、何してるか分かんないみたいなことはゼロにしたいんですよ。でってなった時に営業日報じゃないですけど、日々今日何をしますかみたいな予定を毎日送ってほしいと。で先生と教師みたいなことをやりたいわけではないんですけど、やっぱそこにお金が発生してる以上やっぱビジネスとしてやらなきゃいけない中で、ただ陰口言うのも嫌だし本人の前で言わないで給料いけないカットも俺は違うなと思ったんで、正直いい関係でこの先できない気がして、で1年後2年後に結局なんか喧嘩別れみたいになるのがちょっとなんかそんな予感がしてるんですよ。黒崎さんも俺初期とかめっちゃ頑張ってくれてるなって正直めっちゃ思ってて、最近は俺はちょっと不満があるっていうのは正直なところです。だから一番いいのはやっぱりシックにいる時にクラブにいて何してるか分かんないような状況が俺は良くないと思ってるんですよ。だからまあ同じ店舗出ませんかっていう。俺がクラブだったら黒崎さんクラブ、まあそれはの方が、そこは大丈夫です。なんで俺がやるべき業務はとにかくヘルプに回ってマスコットキャラクターとして挨拶してっていうところが仕事だと思ってるんですよね。で黒崎さんもちろんその内勤の指導だったりとか俺できない部分なんでお願いすることもあると思うんですけど、どっちかっていうとやっぱ黒崎さんついてくれて嬉しいなっていう子たちが多いと思うんですよね。でお金の計算とかをもうキャッシャーとか子たちができるんだとしたら、もうガンガンフロア出て全宅挨拶行くぐらいの勢いで回ってほしいなっていうのが、まあ、俺が黒崎さんに対してやってほしいことだし、正しい、まあ、労働の内容だと俺は思ってるんで、なんで、まあ、20時半だったら20時半にまあマストで、来るで営業日報をしっかり提出するじゃなかったらちょっと違う話になっちゃうと思います。変な話、もう僕個人でやるんで、もう外れてくださいっていうような話になっちゃうかもしれないし、俺はそれを望んでないですけどそういうことになっちゃうと思うんで、そこだけ守ってほしいなっていうのは約束してほしいですね。今の黒崎さんの動きだとなんかローランドっぽい動きをしてるっていうところがあって、目立ちたいんだったら多分俺と一緒に組むのは違うのかなっていう。そう、まあ、目立ちたいなと思ったんですけど、まあちょっとそれ自分も間違ってたと思うんで目立ちたいのないですか。俺目立ちたいでしょ絶対。のはいや好き、ちょっとこれどうしてもオートレース関係だけはその自分がまあいけないことなんですけど、まあ、やりたいのそのまあ、ちっちゃい頃の夢でもあったので、その選手とかの、まあ、結局なれなかったんですけど、でそれでちょっとまあ公営競技なので依頼が来たりとかも実際あったので、そこはどうしてもちょっと入りたいなっていうのは個人的にあるので、まあ、そこはそうなんですけど、させていただきたいなっていう。このレースは自信あります。10レースは見ててください。取ってやりますよ。それはそうなんですけど、させていただきたいなっていう。いやなんかSNS とか見たら、めちゃめちゃ有名になりたい人じゃんと思って見てたけど、
オートレース関係は出たいです。それは本音で出たいです、ぶっちゃけ。有名にはなりたくないですか？じゃあいや、なりたいならなりたいで正直に言ってくれた方がなんかいろんな、オートレース関係は出たいです、マジで。そこは本音で、はい。うん、それ、協定とかこういうことですよね。はい。それ以外は特に今は、はい。そしたらあそこのクラブチャンネルを俺グループのチャンネルにしてほしいなっていう、なんかそのできます？ローランドグループ。だったら別でグループのチャンネルを開設しましょう。いや、なんかいっぱいあっても癖強すぎるんですよ、俺のもう癖強すぎるんで。どういうこいや、そのオートレースとか含めてもう載せちゃってるじゃないですか。だから癖が強いイメージが残っちゃってるんで。とだからそのオえートレースとかを黒崎さんのチャンネルでやればよくないですか？オートレースのみでしたら許容できる範囲なんで、やりたいなんてやりたいで、別にそれは黒崎さんのチャンネルでやってもらって、あれがグループの子たちが露出してる時点でグループのチャンネルにしないといけないものだと思うんで、黒崎さんがやりたいオートレースに関してはそこはもう、分かったんで、オートレースのチャンネルを作ってもらえたら住み分けできるじゃないですか。はい、わかりました。ちょっといろいろちょっと申し訳ないですけど、でもちょっと気持ちよく働きたいっていうのがもう、はい、唯一の目的なんでこういう話している。わかりました。はい。いいよ、そうやって、はい、やっぱ会議むずいな。いやー、すいません。むずいけど、慣れもあるから、引っ張っていかなきゃいけねえ存在だし。はじめまして、ゆういちです。よろしくお願いします。どうも、イケメンです。イケメンが来たよ。待ってた？もうこのかっこいい顔売ってきますよ、たくさん。でまずレンさん遅刻しすぎなんで今月、はい、そこお願いします。幹部として責任持って、僕もしっかりやるんで、はい、今回はちょっとそこを定めてしっかりやっていきたいなと思うので前さ、ちょっと箱1店舗買おうかみたいな話してるって話したじゃん、はい、あれ結論から言うと、変えたんですよ、変えたから殿は80坪をマネジメントしていかなきゃいけないの。結構気遣いなところあるじゃん。年上に物言えねえとか、キャリア上のやつにさ物言えねえとか、それちょっと変えてってほしいな。じゃないと80坪のローランドグループの本店をマネジメントできねえから、多分やっていくうちに移籍者で32のバリバリ10年ぐらいやってた実力者がいきなり移籍で来たりとかすることもゼロじゃないじゃん。その時なんかあの人に物怒れねえな、遅刻してきたけどなんか〇〇さんに怒れないなっていう関係作っちゃダメなのよ、嫌な仕事かもしれないけどそういう人に怒れなきゃいけないから。だからめっちゃ気遣えて周り見れるんだけどちょっと気弱すぎるわ、結果は残してるじゃん、ナンバーワンで、だったらもう少し嫌われ役やった方がいいと思うよ。トップは別にそんな気なんかつかなくていいよ。だったら自分の2番手に自分が怒った子のケアとかさせた方がいい。だから2番手を作る作業もやんなきゃいけないし、もっとリーダーとして厳しいことを言うっていう、嫌われ役をやるっていう、その2つが多分今殿の課題だね。で怒って本当にダメなもん怒ってやめたらもうそれはしょうがない。それ別にね、隆一のこと怒んないから、ダメなもん野放しにして、なんとなく意識低いやつらをなんとなく緩い糸でつなぎ止めてできた集団の30人よりもビシバシちゃんとやってちゃんと意識の高い子がいる18人の方が15人の方が俺価値あると思うから、そこ課題ね。今までお前すごいな、殿すごいなって言うだけだったけど、それはあくまでも一人の一ホストとして見てたからであって、一経営者候補として見たら今日で言ったらちょっと正直10点ぐらいかなっていう、なんか徳川さんいると店閉まるなみたいなところを作ろう、もっと。OK、 ありがとうございます。はい、でお願いします。ダメだ、怒ってばっかりで自己嫌悪になりそう。こんな人に怒るタイプじゃねえんだけどな俺。